断头发了，真的。まだ寝ていていいぞ。大丈夫。もう夜明けよ。第二天还是会照常继续的，太阳还是会升起。大家都在重建，就是已经被夷为平地的家园。第一次真正的算是孤身一人了。哇，这个校服很眼熟啊，怎么？どいてどいて邪魔よ邪魔。何食う？あ、うどん。あ、またうどん。なんでうどん最高じゃん。割り込みしちゃいけませんって小学校で習わなかったか。弱えくせに何かっこつけてんだよ。死ねよってバーカ。おいちゃんとよけろよ。トライだデブ。お前ムカつくな。这些人能不能去死一死？我真服了。入るぞ。来んな。傷の具合はどう？大丈夫？辛いとは思うが負けてはダメだ。やった生徒たちは必ず。他父母还是很支持他的。無理しないで、ゆっくり休んでいいからね。じゃあ気を強く持つんだぞ。お父さんたちはこれからまた学校に行ってくるから。ご飯ここに置いておくから、しっかり食べてね。俺だってなれるもんな。なれる。现在的他也想坚强起来，但坚强不是能说说就可以坚强的。过去好几天了吧？ルーデウス殿、そろそろ起きられてはいかがですか。お暇なようでしたらぜひ手伝っていただきたいことがございます。まずは井戸作りですな。
要把他当家主了吗？離れていますので、皆苦労しております。ルーデウス殿にかかればお手の物と存じますが、いかがですかな。それから木材の運搬と住居の建設も男手が不足しております。他にも。天呐，这个柱子完全把这个阳光也挡在外面了。エリス様のことですが、転移先の地で事故に見舞われ亡くなられたということにする予定です。もっとも今明かしてしまっては復興活動に支障が出ますので、正式な発表は当分後になりますが。エリスに逃げられて残念ですね。何にせよ、私はフィットワリ他真的很尽心尽力了。じゃあ僕なんか放っておいて作業してればいいじゃないですか。エリス様のこともありましたので、今まではお休みいただいておりましたが、テントの数も足りなくなってきておりますし、食料もやっと食いつないでいる状況です。出ていけということですか。辛いのはあなただけではないということです。陆地又回到了就是像他曾经一样闭塞起来的生活。どうすりゃよかったんだよ。どうしろってわかんねえよ。本当に良かったのか。いや、ありがとうありがとう。このお礼は必ず。はあ、セイミリス。あんたが来てくれなきゃ、もう少しで俺たちは揃ってこいつのクソになってたよ。お前すっげえな。さては名のある冒険者か。名前はルイジェルドだ。パーティー名はデッドエンド。おお、どこから来なすった。その服の模様、もしかして魔族かい。ルーデウスはね、すごいのよ。頭が良くて強くてすごく才能があって、でも毎日魔術の訓練だって隠さなくて、すっごくすごいの。私何も怖くなかったわ。ルーデウスがいたから。哦，スペルド族って、スペルド族なんて初めて見たぜ。私もだ。寝物語に聞いたことはあるが額に石みたいなのがついてるって本当？だからルーデウスが死んじゃうなんて私考えもしなか哦，った。他也想变强，何もできない。成为陆地的力量吧。毕竟是上一次面对龙神的时い候。つもルーデウスに頼ってばっかりで。思ってたのとは随分違うな。俺帰ったらみんなに自慢しよう。お前たち、うん俺が恐ろしくないのか。いやいや、今しがた助けられておいて恐ろしいはずないでしょう。子供の頃は怖かったがな。いつだって私たちのことを考えてくれていたのに、何も返せない。ひどいことをしたわ。ルーデウスの手、私より小さかった。寝ない子はスペルト族が来て食べられちゃうぞってな。子供は食べん。不愧是他，太一本正经了。私、ルーデウスを愛してる。いつかまた会いに行くわ。修行して竜神を倒せるくらいになったら、哦，好美啊！私がルーデウスを守るの。
哦，被流放了。素晴らしい師匠、このザノがいつか必ずやまたお会いできると信じておりますぞ。大家都在各自的旅途上。あっちー、こんな時先輩がいればちょっと水出してくれんのにな。あシット。トナ、タケミスピヨ、カリアガステージ、アスケネスピバーシ。ユアシニャブイサーダートーナ商人取之不尽的大盐湖。風車注意、注意が注意や。シュワイバイだよ。ウシュトライ、ワンゼイニステッエンド、クエションマニ。かっけかともに。Roxy，感觉旅途也很丰富呢。ウドライイシューズ、グエチャ、エイサックセイジ、ウシュシュ故郷は。うんじくせいじうしゅきょなんのはぐらうんじくらいせいじうしらいチャート好可爱啊！あしゅなくせんじいかオランゼイドレンズやあすばかんぜいうしゅドライうんぜらいハイワイやRoxy 付的。お金も持たずにダメじゃないですか。まったく。まあまあ細かいことは言うでない。どれ助けてくれた褒美をやるぞ。なんでも我一つ也願いを言うがよい。褒美ってスカンピンのくせに何言ってるんですか。必ずお金は返してもらいますからね。そうじゃったな。じゃがわらわは魔界大他出场每次都是不同的画风的感觉。銭は持ち合わせておらぬが魔眼を与えることならできるぞ。はいはい。じゃあ私の代わりに陛下のその目で人探しでもお願いします。ほう、たった一つの願いを他人のために使うとはあっぱれなやつじゃ。誰を探すのじゃ。生き別れの不是恋人。違います。ルーデウス・グレイラットという人物の行方不明の家族です。よし、わかった。ルーなんじゃったか。どれ。ふん、見えたぞ。杰尼斯吗？保罗。アイシャ。旦那様、お久しぶりです。还好还是平安到达。二人ともよく無事でいてくれた。お父さん、お母さんは。ルーデウス様からお聞きしておりましたが、やはりまだ。ナルン、
緒に帰ってくるよ。父親とメイドと娘2人はミリシオンで元気にしておるようじゃな。本当ですか？母親。那不会是龙骨吧？と。那么老大的骨头，地下。他这魔眼也太方便了吧，千里眼。見えない。陛下の目をもってしてもですか？じゃが、大体の場所は分かったぞ。どこですか？ベガリット大陸の迷宮都市ラパンじゃ。つまり生きてはいるんですね。ルディはちょい待て。おお、ルーデウスは超大陸におるぞ。ずいぶんと落ち込んだ顔をしておる。広い食いで腹でも壊したかの。そうですか。ありがとうございました、陛下。先ほどはご無礼を。好可愛啊，老七。ベガリット大陸ね。なぜゼニスは生きているのに連絡を取ってないのかしら。わかりません。绑架了，何か事情があるのかもしれません。混在地牢了。パウロの息子は大丈夫なんですの？そうですね。落ち込んでいるというのは少し心配ですが。ルディならば。毕竟他是见证过鲁迪走出自己的这个阴影。どれだけやり直す機会を与えられたって人間そう変われるもんじゃない。俺だって好きでこんなになんかなりたくなかった。周りの人は俺に手を差し伸べてくれていた。それを拒絶してしまった。あいつもこいつも俺をバカにしてる。そんな被害妄想がぐる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 。やればできる、そう思っていた。そんな夢に浸っていたかった。でももう遅い。手を差し伸べてくれる人もいなくなった。ならもういいじゃないか。頑張らなくたって。夢の中で生きていこう。どうせ人間そう変われるもんじゃないなあ。いいじゃないか。感觉就像已经溺水了，深陷在这个泥潭里了。おいルーディ。甘いゴッド様、今晩のおかずはいただいた。何？それは勝ったらって話だろう。一発当たったので僕の判定勝ちです。こら待て。おいルーディ、目つぶしは反則だろう。どんな手を使ってでも勝ちを狙えって言ったのは父様じゃないですか。ルーデウス様、ありがとうございます。リーダー。旦那様も。お、サンキュー。もうそんなに汚れて。ごめんなさい。ああ、少し眠たいだけよ。大丈夫ですか、母様。片付けは僕がやっておくので休んでいてください。そう？じゃあルディに任せようかしら。はい。支度ができたら起こしてくれると助かるわ。わかりました。必ず僕が責任を持って起こしますから。父様はさっさと床を掃除してください。え？もう。まったく、いいですか父様。掃除は効率が大事なんです。まずは喉のベッドに
ディ。いえいえ、当然ですよ。这不会也是杰尼斯的走马灯了吧？ルディ。はい。大好きよ。还是想到了自己家人，所以没有让自己溺死在这一滩死水里。僕はあれはゼニスを探さないと。哦，还有ルーデウス・グレイラットですか。5歳で水星級魔術師、しかも無縁症って。確かに本当ならすごいし、ぜひお声掛けをしたいところですけど。作り話もそれだけ持っていると逆に面白いな。あなたはこれが作り話ではないと。这什么学校吗？はい。这不会是西鲁菲吧？这耳朵。関係なのですか？僕にとっては恩人であり、師匠であり、友達でもある。就是西鲁菲。そうですね。他怎么丑？一言で言えば、一番尊敬している人です。他怎么成白毛了？真的很喜欢这一集整个的叙事表达的方式吧。比如说鲁迪，他不断的切换于他的现在和他的前世之间。虽然现实的他是鲁迪的样子，但是内心世界已经完全倒回了曾经那个前世的他了。同样，两边都是有关心他的人，想给他施以援手的人，沉浸在自己这个消极的情绪里面了，真的无法自拔，而且这很容易形成一个循环，很难有一个跳出这个怪圈的方法。时间一久，就是这些想法完全就变成了一种习惯了，惯性。虽然前世他就觉得人是不可能改变的，但是有了这一次重来的机会，在这个异世界里，他却从一开始就在进行改变，就像他第一集的时候就已经下定决心那样。所以在前世的时候，他对他的父母的帮助完全是拒之门外的。在这一世，他记住了他的家人，也为了寻找他的家人而主动的踏出了自己这个封闭的世界。所以到底是人最终还是能变呢，还是说这都是归功于他在一个异世界呢？前几期时候他还没有那么担心自己的父母，甚至可能更担心西鲁菲。但是这一次他不想让那些帮助他的人、关心他的人都已经离世了，自己都还封闭在这个自己的世界里，真的是非常了不起的改变了。这对于他来说本应该是一件非常举步维艰的事情，但是在这一世为了自己的母亲，他还是做到了自己以为做不到的坚强。我太喜欢最后鲁迪踏出自己帐篷的时候，跟曾经那个自己重叠，就好像在现在的他迈出的这一步，也是在替曾经那个充满回忆、不甘的自己没曾踏出的那一步一样，完成了一个自我的救赎和和解。掉在那个上面的时候也是低着头的，但是现在走过他身边的现在的鲁迪，却是昂首挺胸的感觉。我觉得都已经跨过了过去自己这一道坎儿的鲁迪，他还有什么过不去的坎儿？
的，就像是带着一个全新的自己发誓不再和以前的自己重蹈覆辙的这个心意和意念，这样子重新上路。就是这个最后鲁迪踏出这一步之后，从天而降的这一滴水滴，我很喜欢这个处理，因为就是这样，其实也联想到之前土的居民们，他们也在重建这一片废墟，耕地种地，需要挖井，需要鲁迪的帮助。在这里的大家，他们也是经历过一系列的苦难的。他们都对这个新的生活抱有着希望，但是当时的鲁迪还没有完全走出自己的这个阴霾，所以大家所期待的水源也还没有到来。最后，鲁迪克服了自己的这个心魔，重新站出来的时候，这个时候掉下来这一滴水，仿佛也在暗示着大家所需要的水源马上就要来了，有一种鲁迪和大家都苦尽甘来的感觉吧。然后就是我非常喜欢这一集，看到了很多跟鲁迪曾经有过接触的这些人，大家在各自旅途上是什么样的一个景象。尤其是爱丽丝吧，就是现在看到她真的就很感慨，就好像一夜之间真的就是褪去了她的那些稚气。现在她真的也是格外的坚定。爱丽丝和瑞杰路德他们俩也都保持着在带暗小队的时候那一套着装，也特别让我感动。我也特别为瑞杰路德感到高兴吧。我觉得大家都多少受到鲁迪的一些影响，所以也导致就是很多大家对于鲁迪的看法其实是区别于鲁迪认为的大家是如何看待他的。他自认为是爱丽丝把他直接这样抛弃了。但是爱丽丝却是因为之前龙神的那件事情，所以更想要精进自己的剑术，然后可能未来可以站在鲁迪身边，成为他的一股力量，也可以说去寻找那股可以保护自己真世人的那个力量。这让我想到了之前瑞杰路德在告别的时候也跟鲁迪道谢，然后呢就是很认可鲁迪为他所做的一切帮助，但是鲁迪呢，就是一直认为就是很多事情都是瑞杰路德自己的功劳。鲁迪可能多少还是有点太自贬了，他应该多去明白自己是真的对大家是有所帮助的，有所正向影响的。不知道之后还能不能再多看到一些爱丽丝和瑞杰路德的镜头了。我真的很想他们，希望他们还能时不时的出现吧。还有就是被流放那个王子，突然想到扎诺巴他那个完全就是一片雪景了。鲁迪在小的时候 Zenith 好像也说过，就是魔法学院还是什么大学，就是在北边儿，结尾出现也像是学院一样的地方，所以可能扎诺巴去往的就是那一处。西索菲也变得太多了，就整个就是一个白发的状态，不知道是不是为了隐去自己这个魔族的身份，还戴了一个就是感觉很炫酷的眼镜，有点现代的眼镜，但是可能也是为了遮住他瞳孔的颜色之类的。西索菲感觉完全变成熟了好多啊，已经不再是以前那个小小的可能爱哭鼻子的那个小姑娘了。这么看来的话，可能下一季鲁迪终于要跟西索菲见面了吧。然后就是詹妮斯所在地，感觉像是龙神待的那一片大陆，但是完全不懂抓詹妮斯有什么用呢？难道就是说为了引诱鲁迪到那儿吗？整体来说，这一集还是非常满意的。制作首先就非常精良，而且让我非常沉浸在这个整个异世界的故事里，有想去跟随不同角色他们的旅程，也让我有很多新的体验，是一段非常丰富的补番过程吧。第二季的 reaction 的话，我大概打算是在1周后左右开始更新。感谢大家这一季的陪伴，我们下期再见，拜拜。